メディアはこう伝えていました。中国最大の国有観光企業の傘下にある旅行会社が今年の夏の繁忙期を狙って日本の団体旅行パッケージを売り出した。東京と大阪をめぐる6泊7日のコース、申し込み者も数人すでに出ていると担当者本人が直接確認してくれました。ところが翌朝、そのパッケージは静かに消えていたんです。ホームページには販売中止という4文字だけが残り、理由の説明は一切なかった。読売新聞は関連報道が広まったことで中国政府が圧力をかけた可能性があると分析しています。表面的なニュースに騙されてはいけません。今日私が皆さんにお伝えしたいのは、この1日で取り消された旅行パッケージ、その1件の話ではないんです。背筋が凍るような数字があります。2026年の1月から5月まで中国人の方に試客数が前年同期比 56.2% 急減しました。半分以上がただ消えてしまったんです。今日はこの数字がどこから来たのか、そしてそれが皆さんの家計と老後にどう広がっていくのかを玉ねぎの皮を剥くように一枚一枚見ていきます。単刀直入に申し上げます。これは旅行会社同士の問題ではありません。2025年11月7日、高市総理が国会答弁で台湾有事の際に存立危機事態になり得ると発言しました。中国は即座に反応しました。11月14日、中国外務部は自国民に日本訪問を自粛するよう公式に勧告したんです。大手航空会社は日本行き航空券の無料キャンセルを認め、旅行会社は次々とツアーを取り消しました。ところが、表のニュースにはあまり出てこない事実があります。日経新聞の報道によると、中国政府は大手旅行会社に対してさらに具体的な指示を出していた。日本へ向かう観光客を従来の 60% 水準まで抑えるようビザ申請件数を絞り込めというものでした。民間の旅行会社ではなく国家が直接数字を管理していたんです。結果がどう出たか月別に見てみましょう。12月にマイナス 45.3% だった減少率は1月にはマイナス 60.7% まで跳ね上がりました。その後も2月はマイナス 45.2%、3月はマイナス 55.9%、4月はマイナス 56.8%、ただの1ヶ月も回復しなかった。5ヶ月連続で毎月半分近くが蒸発したんです。ここでこう思う人もいるかもしれません。団体旅行が減ったとしても中国の団体観光は全体の 11% 程度では？おっしゃる通りです。ところが玉ねぎをもう一枚剥いてみると実態は全く違うんです。百貨店を見てみましょう。2025年12月末から2026年2月にかけて全国の百貨店の免税売上は毎月前年比 15% 以下に急落しています。高島屋の中国人客の売上は 35% 減少。阪急阪神百貨店では 40% 減少。さらに重要なのはこれです。高島屋の中国人客の売上構成比が自粛令以前の 50% から 36% へと下がりました。免税売上全体の半分を支えていたお客さんが去っていったんです。団体旅行の数字だけを見ていてはいけません。消費の革新エンジンが一つ止まってしまいました。これはまだ表面に過ぎません。観光カードの裏にもっとずっと重いものが隠されています。ここからが本当に皆さんにお伝えしたい話です。株もやらない、車も作らないから関係ないと思っている人、そうじゃないんです。この話は皆さんの買い物かごと年金に直結しているんです。2026年1月6日、中国商務部は軍民両用品、つまり軍事と民間の両方に使える品目について日本への輸出管理を即時強化すると発表しました。その中にレアアースが含まれています。レアアースとは何か少し確認しておきましょう。電気自動車のモーター、スマートフォン、エアコン、冷蔵庫。今、ご家庭で使っているほぼすべての家電製品と自動車に欠かせない17種類の元素のことです。そして世界生産量の 70% を中国が握っています。さらに重要な数字があります。精製加工の工程では中国の市場支配力が 91% に達します。原料を作っても加工は中国を通さなければならないということです。こう考えると少しわかりやすいでしょうか。中国は観光カードとレアアースカード、この2つを同時に握っているんです。結果はもう出ています。
日経新聞の確認によると、2206年3月6日、中国の日本向けレアアース輸出が前年比は80% 以上急減しました。騙されてはいけません。これを単純に外交模殺と呼んではいけないんです。私たちはすでに全く同じことを経験しています。2010年、東海諸島をめぐる衝突の後、中国がレアアースを止めた時、日本の自動車生産が 15.3% 減り、機械部品の生産も 10.1% 減少しました。そして関連製品の価格が数倍に跳ね上がった。ところが今回は違います。あの時はレアアース1枚のカードでした。今は観光に、レアアースに、軍民、療養品全般の輸出規制まで3枚のカードを同時に切ってきたんです。勘のいい人はもうお気づきのはずです。これが単純な外交摩擦ではないということに。中国は日本の最大の貿易相手国です。貿易全体の 20.2% を占めています。電気電子部品の輸入では中国への依存度が 40% を超えます。経済研究機関の試算によると、中国からの輸入が 80% だけ6週間止まっただけで、日本全体の付加価値生産が約 15% 減少します。これは最悪のシナリオですが、その方向へゆっくりと動いているのが今の現実なんです。矢野村総合研究所は、訪日自粛が1年続き、レアアース規制も1年重なった場合、日本の名目 GDP が 4.43 兆円下落し、実質 GDP も 0.73% 押し下げられると試算しています。4.43 兆円。この数字は紙の上だけにあるものじゃありません。GDP が減れば税収が減り、税収が減れば社会保障の財源が揺らぎ、すでに物価上昇で実質価値が目減りしている年金がもう一度押しつぶされます。でも、ここで終わりじゃありません。私にはもっと心配な話があります。専門家の分析によると、中国が日本を敵視するこの姿勢は、高市総理が退陣するその日まで続くだろうという見通しが出ています。対立が終わる時点が見えていないということです。不見えているということです。この圧力が長引けば長引くほど、物価の高止まりと年金購買力の侵食も一緒に長引いていきます。中国にとってこのカードはコストが少ない。自国民の日本旅行を止めることは政治的リスクがほとんどありません。レアアース規制も同じです。経済の武器化は軍事行動よりもはるかに静かで、はるかに安く相手に圧力をかけることができるんです。そして最後に私が皆さんに最も伝えたかった話にたどり着きました。では、私たちには何ができるのか、今すぐ確認していただきたいことがあります。自動車や家電製品の購入をお考えの人は、納期の状況を必ず事前に確認してください。レアアース規制が長期化すれば、納期の遅れと価格上昇が現実のものになります。2010年にそうだったように、そして円安がこの圧力に重なれば、輸入物価の上昇がさらに加速しかねないという点、覚えておいていただければと思います。固定収入で生活している人ほど、生活必需品の価格動向をこれまでより少し注意深く見てください。冷静なデータで見れば、この構造を知っていること自体が盾になります。メディアが再開の動きを騒ぐとき、数字を見る。政府が限定的な影響というとき、月別のデータを確認する。それが今、皆さんにできる最も頼もしい備えなんです。知っていれば揺らがずにいられます。ゼミ生の皆さんは必ず守ることができます。私は韓国で生まれ、アメリカで経済学を学びました。データを自分の目で読み、株式市場で直接戦いながら学んだことがあります。数字の裏にはいつも生きている人がいるということです。母の故郷である日本で今日も黙々と生きていらっしゃる皆さん、その暮らしを守りたいという気持ち一つで今日もここに立っています。この動画が皆さんの少しでもお役に立てたなら、チャンネル登録といいねで応援していただけるととても嬉しいです。次の動画でも一緒に見ていきましょう。